うん。見た目に現れるっていう話があるのであれば、うん。そういうことやんな。きっと。そういうことだよな、やっぱり。おのずと説明を受ける前に、例の二人のカップルが、見た目に現れて、埋葬しなきゃあかんっていう。ということは、あれだな。生き埋めか。生き埋めの可能性出てきたな。だよな。絶対そうだよな。この流れで言うと。わあ、どうしよう。めっちゃ3人ともめっちゃ気になる。仲良きことは、手に馴染む一冊。鳥の声。ああ、なるほど。先にここ行こっかな。うん、ここは多分仲直りやろうな。よし、行こう。キャナリーが図書館を訪れたことにあまり意味はなかった。アルエットとの会話を経て生まれた弱い自分への呆れと自責の念は、キャナリーをひどく疲れさせた。自習の前に少し歩いて気分転換をしようと決め、足の向くままに歩いた結果、いつの間にか図書館へと行き着いていたのだ。見渡す限り図書館の中に利用者はいない。心地よい静寂の中、キャナリーはほっと息をついた。当てともない散策の続きのつもりで、書家へと歩み寄る足取りには、どこか、綿を踏むようなおぼつかさがある。だというのに、その軌跡には迷いがなかった。二重の輪の形をとる中央ではなく、外周部へと食い込むように設けられた通路の書家の一つへ一直線に向かっていく。この時のキャラニーに自覚などなかったが、それは不自然な行動だった。図書館の書籍は造花術の学習に適したものほど目につきやすいよう配置されている。1階の中央には汎用性の高い基礎的な書物。2階と3階と上がるにつれて専門的な内容になり、外周部の書家ともなるとはっきりと非推奨の扱いだ。知識自体が古いものや増加の対象にならないことものについて本ばかりが試蔵されている状態で生徒が寄りつくことはない。唯一の例外はロビンだが、彼女の場合は書籍への偏愛ととめどない知的好奇心が役立たずをも手に取らせるのだと学内の誰もが知っている。今、大多数と同じように無関心なはずのキャナリーの足は何のためらいもなくその書家を目指していた。キャナリーは書家に並ぶ本のうちある一冊に目を留めた。航空工学の本だ。増加術が生まれる前の時代に編まれた書籍で骨董品の域と言える。ということは、俺たちのこの現代ってのがはるか昔のことか。わお。手に取ると本の形で存在していることが不思議なほどに頼りない手応えが伝わってきた。機械造学の授業は、鳥を作るのはまだ先なのに。鳥というのは、あれだね。飛行機とかそっち系だね。そもそも航空工学は鳥の増加の参考にするには無縁な分野と言える。作るのはあくまで機械鳥であって飛行機ではないのだから。でもちゃんと鳥を作るんか。そう思いはしたが、キャナリーの手は止まらない。角の取れた表紙をめくり、本文へと目を落とす。その本。はっと息を飲んで振り向くと、通路の入り口にロビンが立っていた。瞳に冷静な彼女らしからぬ驚きを宿しながら。これさっき見つけたの。
面白そうだと思って。もしかして、あなたも興味があるの？ロビン？ロビンは答えず、すっと無表情になってキャナリーに歩み寄ってきた。キャナリーはその姿に威圧を感じて後ずさったが、すぐ背に書棚が当たって行き場をなくした。ロビンの歩みは止まらない。彼女の軽々たる眼光に追い詰められて、キャナリーは捕食される小動物のように震えるしかなかった。どうしてその本に目をつけた？あんたそんな分野に興味なかったはずでしょ。どうしてって、なんとなく目に入ったから。それはキャナリーにとって嘘のない供述だったが、ロビンの目に浮かぶ疑惑の念はますます濃いものになる。図書館に来たと思ったら、一直線にここへ入って、迷う素振りもなくそれを手に取ったよね。まるで、最初から目当てにしていたように。どうやら無人だと見えた図書館にはロビンがいたらしい。入り口からは死角になる。柱の書架の裏あたりでくつろいでいたのかもしれない。そんなことは。つい反駁しかけたところで、キャナリーは自らの行動を初めて振り返り、ロビンが不審があるのも無理はないと気づいた。確かに、変よね。私、どうして。紙飛行機やな。自分でわからないって？じゃあ何？他には見えない道しるべでも見えていたの？あるいは、誰かに操られて、その本を選ばせられた、とでも？キャナリーは反論できずに、ただこわばる喉から吐息を漏らす。見えない道しるべ、誰かに操られた。ロビンがバカバカしい言い訳の例として持ち出したそれらが、キャナリーの中で起こった現象を言い当てていたからだ。キャナリーが緊張していなければ、もう少しまともな理由に思い至ったかもしれない。すなわち、少し前に北の森で見かけた紙飛行機の群れの姿が、航空工学への潜在的な興味をかきたてたのだと。先刻、再び北の森に足を踏み入れて、その時の記憶が刺激されたのだと。ごめんなさい。わからないわ。自分でも、もどかしいくらい。無遊描写か操り人形か。それともただの嘘つき女か。どのみち、メイデンには不向きな人材だね。ロビンは、何をそんなに警戒しているの？やーべえ。わあ、なるほど。わあ、この言葉は聞くだろうな。つい口に出してからロビンから自分へと突き刺さるものの正体は警戒なのだと思い当たった。怒っているわけでも呆れているわけでもない。ただキャナリーの行動に何かしらの意図を読み取り、それに対して身構えている印象だ。私の本能が言ってるんだよ。あんたは信用ならない人間だって。どうして？私、あなたに何かした？キャナリーは身の内から起こる震えを抑えながら問いかけた。考えてみれば、ロビンに対してそんな風に真正面から真意を問うたことはなかった。いつも毒を持って突き刺さるトゲに身を縮めて、うつむき加減にその場をやり過ごすだけ。対処や解決の必要性などを発想の段階から覚えなかった。ロビンにとってもキャナリーの問いかけは意外だったようだ。黄金色の瞳をわずかに細め、ぽつりと答えた。ネズミを思い出すからかも。
ネズミ？キャナリーはポカンと口を開ける。ロビンの真顔と意味不明な回答があまりに釣り合わず、ただひたすらに困惑した。臆病でおとなしいからって気を許していたら、思いもよらないタイミングで凶暴化して噛みついてくるんだ。厄介な病気を媒介する個体もあるし、全く油断ならないよ。あんまりじゃない？真顔のままとうとうと理由らしいものを述べるロビンにキャナリーは軽いめまいを覚えた。でもな、ここがまさにこの多分そのキャナリーをネズミって例えたのがまさにロビンだと思うんだよね。うん。やっぱりその自分のそのなんて言うんだろう、心の壁がすごい厚いじゃんロビンって。うん。でそこに対してキャナリーってその素直だから素直すぎて逆に怪しく感じるっていう。うん。で窮鼠猫を噛むなんて言うけどさ、うん。ねえ。おとなしいからって気を許してたら思いもよらないタイミングで凶暴化して噛みついてくるって。うん。厄介な病気っていうのはその心の話だよね。うん。私のパーソナルゾーンに、侵入したことで私自身が崩れるんじゃないかっていう多分そういうのを感じ取るんじゃないかな。だってキャナリーに対する態度ってそうじゃない？結局。今まで浴びせかけられてきた嫌味の視線はキャナリーがその凶暴で不潔な小動物に似ているからだというのか。うん。で、キャナリーは本当に真面目だから、その言葉通りに受けてしまうんだよな、きっと。うん。言葉通りに本当に私のことをネズミだと思っているみたいな。うん。傷つくだろうな。理不尽すぎて今までロビンの態度にいちいち傷ついていたのがバカバカしくなるくらいだ。確かにあんまりかもしれない。これについては私が悪かった。ロビンはあっさりと詫びの言葉を口にして身を離した。さらに調子を狂わされたキャナリーに理解できるのは、さすがに苦言を呈してもいい場面というくらいだった。あなたが過去、ネズミにひどい目に遭わされたというのは、よくわかったわ。でも私、ネズミじゃないから。ほら。この素直さゆえに、ちゃんとその言うときは言うぞみたいな感じで。まさにそこだよな。この後に及んでもおっとりとした自分の声に情けなくなる。もっと声や表情に怒りをにじませられる性質ならここまで軽んじられなかったのかもしれない。まあいいわ。ロビンはこの本に興味があるのよね。それならどうぞ。キャナリーはロビンに本を押し付けるようにしてその場を後にする。日頃よりも少しだけ甲高い靴音にキャナリーの精一杯の憤りがにじんでいた。結局、ロビンがキャナリーに寄せている警戒の意味をはぐらかされたことに、その時のキャナリーは気づけなかった。いいね。で、ここやんな。意外とこの二人組むよね。まあ、ルクがここ多すぎるんか。だから仕方ないよな。もうパッケージとして出来上がっとるからさ。じゃあ次行こうか。アルエットが座学室を訪れると、マコーが棚を覗いているところだった。ああ、アルエット。お目当てはバラ？その手には今取り出したばかりらしいバラの指紋がある。ここ数日の授業を見るに、マコーは課題である庭園の増加、とりわけ必須であるメイデンの増加に行き詰まりを感じているらしい。あと3週間足らずで庭園を完成させなければ、特進クラスから落ちるという点において、彼女はアルエットと同じ立場なのだ。
つまりバラのシマンを強く必要としているのはマコーとアルエットの2人のみ。先着でお目当てを手に入れたマコーの顔が申し訳なさそうに曇るのを見て、アルエットは慌てていった。そうだけど、もしあなたが使うのなら後で大丈夫よ。増加室と迷って先にこっちに寄ってみただけだから。そう？それじゃあ遠慮なく。マコーはほっとしたように表情を緩める。そこにアルエットはすでに一つのインキュナブラが使用中であることに気づいた。その視線に気づき、マコーはパボーネが使用しているのだと教えてくれる。一緒に来たってことは相変わらずの仲良しなのね。よかった。先日あれだからな、喧嘩したからな。アルエットは一般生徒たちの常時をめぐる昨日のやりとりを思い出す。マコーはひどく悩んでいたが、彼女自身の価値観における葛藤というよりも、パボーネと意見を違えたことで混乱しているように見えた。けれど今のマコーにわだかまりを抱えている様子はない。一晩経って落ち着いたのだろうか。と、安堵したのが表情に出たらしい。マコーは照れくさそうに笑った。昨日は相談に乗ってくれてありがとう。昨日の件でパボーネとちょっとした価値観の違いを感じたけど、でも解決したわ。心配させていたら申し訳ないわね。いえ、そんな心配なんてしてないわ。あなたたちちょっとやそっとの価値観の違いで避けるような仲でもないでしょ。そうね。マコーがうなずくまで少し間があった。けれどアルエットはそのわずかな岩に気づかない。にこやかに挨拶をし、増加室へと去っていく。残されたマコーの顔には宣告までなかった陰りが落ちていた。朝、マコーはいつも通りパボーネを起こしに行き、彼女が目が覚めたのを見とってから切り出したのだった。パボーネ、昨日はごめんなさい。私、混乱してて、うかつな物言いをしてしまったわ。何？もしかしてずっと気にしてたの？それは悪いことをしたね。パボーネの様子はいつもと変わりなかった。起き抜けの鈍い反応も、ようやく目が覚めてきた頃ののんびりとした話し方も。私の方こそ、ごめんね、マコ。私ってなんていうか、考えがだらしないからさ。いえ、そんなこと。マコーは言葉を続けようとした。例の二人について、今は報告しないでおくこと。折を見て二人にそれとなく警告を発し、その後の様子を見て判断しようと決めたこと。けど、その前にパボーネがうんと伸びをしたので、マコーは口をつぐんでしまった。パボーネに自覚があるのかどうかはわからないが、彼女の気ままな振る舞いはいつも通りを演出し、昨日の一件を遠いもののように思わせてくれる。それなのにわざわざ蒸し返すのは無粋という気がしたのだ。単純にマコーとしても気の重い話題ではあった。じゃあ、行こうか。なんだか今朝は、やたらお腹が空いてるわ。今にも腹の虫が鳴きかねないといったパボーネに、マコーもいつも通りの笑顔を向けた。朝食が楽しみね。しかし、本当にいつも通りだったのだろうか。じゃあ、行こうか、と動き出す折に、パボーネは決まってマコーの手を掴んで引っ張った。じれったそうに親を先導する小さな子供みたいに。今日の彼女にはそれがなかった。まるで自らの手を自由にするのを恐れるかのように、腹のあたりで両手の指を組んで歩き出した。
それからもずっとパボーネはさりげなく一定の距離を取り続けている。マコーの頬をつついてきたり、おさげを呼び鈴のように引っ張ったり、瞳を覗き込むように体を寄せてきたりしない。本来ならそれが当たり前の距離感なのだ。パボーネなりに思うところがあって、あるべき距離感に倣っているのかもしれない。それは喜ばしいことのはずなのに。いけない。マコーはいつの間にか自分が寂しそうに自らの手のひらに見入っているのを自覚し、首を横に振った。余計なことを考える隙なんて自分の頭にはない。物思いにふける時間があるならば学習に充てるべきだ。無理やり気持ちを切り替えて、マコーは空いているインキュナブラに入った。目の前に真紅のバラが浮き上がる。造花術の基礎にして庭園の課題に欠かせない高貴な花、メイデン。もう何度見たかわからない。様々な角度からあらゆる機能を使って観察し尽くしたはずなのに、いざ自分が作ろうとすると必ずどこかに歪みが生じる。他の花の造花でこんなに行き詰まりを感じたことはない。他の特進生に比べて容量は悪かったが、地道な努力で補うことができた。どうしてこれだけうまくいかないのだろう。どうしてよりにもよって課題であるこの花だけが。マコーは自然と湧き上がる焦りや憤りを抑えながら、疲れた目を必死に見張ってバラの観察を続けた。単純に学びが足りないだけ。見ているようで見ていない。知っているようで知らない。だから実践できないだけなのだ。そう自分に言い聞かせながら。悪い目が入ってきたよ。それはあまりにも唐突だった。ほんの一瞬、頭の中に白い砂嵐が吹き荒れたかと思うと、まるで別の映像が浮かび上がったのだ。木陰でひそやかな戯れに興じていたロネットとレンの姿が。丹念にバラを眺め回していた目は同じ熱意を持ってその光景を見つめることになった。まだらな木漏れ日に漏れる二つの唇を、レンの瞳に漏れていた苦しいほどの執着を、メイデンコルセットを外した慣れた手つきを。その情景は瞬きよりも早く消え去ったが、それだけに残像は去って強烈に網膜へ焼き付いたのだった。マコーは再び現れたバラを眺めながら乱れた呼吸を繰り返した。違う。自らの口から漏れた声は実に不可解なものだった。何が違うのだろう。この幻覚から何を語りかけられた気になったのだろう。汝、その土を汚れの雨に打たせることなかれ。種まけど、悪しき種を芽吹かせることなかれ。マコーは震える声で霊賛騎士を唱えた。あの映像は自分の中に根付いた悪しき種に見せられたのではないかという不吉な予感を振り払いながら。よし、じゃあ南の森、アルエットとアベルラ、鳥の声。行きましょうか。この二人は結局ルクとカラマンから、なんかさっきも言ったような気がするけど、ルクとカラマンから、やっぱり必然的にアベルラとアルエットが合うよね。
足元を行き過ぎる鳥の影に気づいてアルエットは空を見上げた。鳥が小さな翼を精一杯はためかせながら近くの木に止まったところだった。アルエットは澄み切った空の色に目を細める。それまで足元ばかりを見て歩いたことを思い知らされながら。キャナリーには物分かりのいいことを言って別れたくせに、埋葬の一件がずっと心に引っかかっている。そのせいで無意識的にうつむいてしまっていたのだろう。あまり学習にも身が入らず、結局気晴らしを言い訳にこうして校内を散策するうちに午後の時間を使い切りそうだ。アルエットは意識的に深呼吸をして鳥に語りかけた。どこから来たの？どこに行くの？返事があった。小さな太鼓にふさわしい可愛らしい鳴き声だった。どこへでも？そう。いいわね。自由で。勝手に翻訳してアルエットは微笑む。野生の鳥なりの苦労というのもあるだろう。けれど、霧と茨に覆われた鳥かごに囚われているのとどちらがマシなのだろうか。そんな風に思ってしまうのは昨日受けた冤罪の一件があるからだろうか。プエラリウムにたどり着きたい。ここにいたい。それは何もかも忘れてしまった自分に唯一残されていた思いのはずだった。けれど、プエラリウムに来て4日。その思いは日に日に遠ざかっていくような気さえする。物うさぎに細められたアルエットの目の中で鳥は枝を蹴って飛び立った。羽ばたきと滑空を織り交ぜてあっという間に遠ざかってしまう。いってらっしゃい。アルエットはつぶやくように別れを告げた。早く学びに戻らなければと焦るほどに心は堅くなになっていくようだ。足は校舎の方角を拒み、南の森の方へと向かってしまう。木立の生み出す優しい暗がりに包まれ深呼吸を繰り返す。そのうちアルエットは宣告の鳥の鳴き声を真似てみようという気になった。それは唐突な思いつきにもかかわらず自然なことのように感じられた。鳥も違う。自分も鳥の言葉で言ってみたい。どこへでもと。さっき鳥が答えてくれた時はどんな声だっただろうか。そして記憶をなぞりながら吹いた口笛は本人が驚くほど鳥の声に似ていた。わ、今の、それっぽいかも。どうやらアルエットの唇は本人の自覚とは裏腹に多彩な音色で奏で方を知っているようだ。思うままに吹くだけでどこか聞き覚えのある鳥のさえずりが次々と森の中に響き渡っていく。そうして木に背中を預けたまま鳥ごっこに興じていると、近くで茂みが動く音がしてアルエットは閉じていた目を開く。そこにいたのはアベルラだった。森の中の小道を通ってきたのではなく、茂みをかき分けながら進んできたのか、制服や髪に歯が絡んでいる。にもかかわらず、間抜けな光景とは感じさせないどころか、森の女王をめいた品位すら醸し出しているのは、アベルラの格々たる眼光の魔力だろう。歩むべき道を見失ってさまよっていたような弱さは、みじんも感じさせない。
それどころか、細かな傷や汚れをいとわずに、あえて道なき道を選んだのだと思わせるほど、その立ち姿は、毅然としていた。赤い瞳に射抜かれて、アルエットの身がすくむ。冤罪の一件では助けられたが、依然として疎まれている自信はあった。今の鳥の声はあなたなの？問われて、アルエットは思わず自分の口を覆った。もしかして、うるさかった？あなたなのね。念を押されて、アルエットはこわごわとうなずく。口笛は校則違反だっただろうか。少なくとも自習の時間には不適切な行為とみなされるに違いない。アルエットは自分のうかつさを心から呪った。ごめんなさい。ついやりたくなってしまって。品のない行いだけど、校則では禁じられていないわ。残念ね。謝罪を遮るようなセリフにアルエットは目を見開いた。形骸こそ嫌味たらしくはあるが、声にも内容にも剣がない。まったく紛らわしい。本物の鳥だと思ったのに。続いて、独り言のように口ずさまれた声をアルエットは聞き逃さなかった。もしかしてアベルラ、鳥が好きなの？ほんの少しの親近感が芽生えるのを感じつつ聞いたが、アベルラは答えなかった。アルエットなど眼中にないという態度で身を翻す。図星を突かれて気恥ずかしかったというのはアベルラという人間を見誤った解釈だろう。幻の鳥の正体が忌むべき異端者だと気づいて落胆したという説が最も濃厚だとアルエットは思う。確か、機械造学っていう授業で、機械の鳥を作ることになるのよね。私、今から楽しみにしてるの。それでも去っていくアベルラに追いすがるように声をかけたのは、彼女が垣間見せた人間味を素直に嬉しく思ったからだ。まともに飛ぶようなものが作れればいいわね。振り向きもせず一言だけ返答があった。そっけない小音ではあったが、これまでの態度を思えば雪解けの気配にも等しい応答だった。